gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回は廃線になった駅を作ったので、今回は案内所の横、自宅裏のスペースを作っていきます。島作りも終盤なのに、まだ入り口周辺かと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では早速現地まで小走りで向かいます。いろいろと柵で塞がれているので、回り道は必須ですね。ずいぶん昔に作った川沿いの住宅街の右側ら辺の目印の雑草まで走ります。さあ、ここが唯一残っている更地。何もない状態が気持ちがいいですね。毎度おなじみマップ確認です。今回作る範囲はこちら。一区画とちょっとって感じですね。ご覧の通り、もうほとんど更地がないので、もう少しで島が完成します。最初は住民宅を設置するために1決め。大体の位置の目星はすでについているのですが、念のため確認ということでカメラを起動しています。地平線に向かってまっすぐ走り、まあこの辺かと思える場所を探します。結局目星のついている雑草付近ですね。ここに中線の街並みなど高さの出るものを置いて、住宅の高さと位置の確認。屋根の上までしっかり見える、プラス空も見えるってことで良さそうです。スコップで掘ってカメラまでの距離はちゃんとあるか確認の上、住宅を移設します。今回はここにナッキーの花屋を開いていきます。もちろんナッキーは花屋になることなど全く知りません。いつも勝手な島民代表です。何も知らずに引っ越してきたナッキーさんです。まずは地形作りから始めていきます。地形を作る前にやっておくべきことは道を敷くこと。なんだかんだで結局この順番が一番いいような気がしています。道を敷くだけで目印になりますからね。ということで今回も川掘りタイム。家の右側に橋を作りたいので、まずはそれだけ分掘ります。今回かける橋は一番長い橋5マス分のものにしたいので、横幅は5マスです。思っていた以上に家に近かったので1マス右にずらします。想像してみてダメだったり違和感があったりしたらやめておいた方がいい。そんなことを気がつくのに随分時間がかかってしまったあつ森人生です。次はうまくいくだろうと願いを込めて想像します。大丈夫そうですね。家の鱗屋根とこの木製の橋、砂利道でなんだかちょっと和風な感じも出てきてしまいました。遠くから見ると橋が画面外へ出て、長い橋にも見えてグッと、これがやりたかったんだよこれという自己満足に浸っています。家の周りをまた水に沈めていくので、沈めてはいけないところを掘って目印をつけていきます。目印に掘ったところは沈めないように気をつけながら周りを水に沈めていきます。島クリエイトの最中に虫取り、魚釣り、レシピ集めなどついやりがちです。一旦目印のところからカメラを起動して川の一番端を決めていきます。いつも通り体を張るスタイルなので端を決めるために走っていきます。ちょうど見切れるあたりを目指します。から掘ればいい感じになりそうです。話は少し戻りますが、たまに思うことがあって、この人今ポッケの中に虫を入れているということが脳内にちらついて、なかなかやばいなと思ったりしています。ドラえもんですら生き物を入れることに抵抗があるのに、この島民代表がいかにやばいポケット持ちなのかを痛感してしまいます。生き物を生きたまま保管していますからね。ここで一旦確認。この辺りも水に沈んでてほしいので、もう少し掘る必要がありますね。すでに隣に川が降ってあるので、
どこまで掘ろうか悩みどころですね。川を横断する道とかいいかもとか思っています。まだ見えるあの陸地、ちょっと憎いですね。見える部分を消すためにはここの細長い道を消さねばならないようです。ちょっと気に入っていたので少し残念な気持ちです。奥の陸地が消えてすっきりとした印象になりました。今掘った川と案内所横の陸地も同じように掘り進めます。さっきの川の間に道がある感じが好きだったので、向こうにできないならこっちでやればいいじゃないという気持ちでここに作っています。思っていたのとちょっと違いますが先に進みます。ついに地形作りが終わったので花咲かせタイムに突入です。白いチューリップ、ヒヤシンス、菊をバラバラになるように適当に植えていきます。こちらは針葉樹。この浮島だけではなく外周にも花を担当植えていきます。3列ぐらい作って花の層を分厚めに。多すぎたら間引いたらいいので、今日も大は小を兼ねるという言葉を信じ植えまくっていきます。今回は途中で買い足したので正確な数は分かりませんが、80本くらいは植えているのかなって感じです。いらない部分は削っておきます。全部植え終えたので育ちきるまで見届けていきましょう。ラッキーの花屋は白い花専門店っぽい感じですね。ついに家具の飾り付けをしていきます。とその前に3つだけつなげさせてください。せっかく花屋を作っているのに誰も来なかったらかわいそうですからね。植えすぎた花を調整します。ちょっと花の層が分厚すぎましたね。花屋さんあるあるの倉庫作り。こちらをお借りしたマイデザイン。リアルな感じが素晴らしいです。水車の代わりに風車。次回作では水車とかも欲しいなとか思っています。水やりが大切なので欠かせない水系アイテム。濃いめの茶色で色を揃えています。周りの細かい部分の調整タイム。川の外周にも麦畑を置いてエリアとエリアのつなぎ目をカバーしていきます。万能アイテムすぎますね。ペンギンの家の机と椅子を勝手に移動。随分と昔に適当に置いただけなのでようやく最終位置が決まったって感じです。最後に看板を置いて完成です。遠くから見たら謎のお店っぽくなりました。RPG とかにある謎の力を手に入れないと入れない場所っぽいですね。テーブルと椅子が手前に入るとなんかちょっといい感じに。場所がもう少し広かったら手前の風車と島種リコを消したいですね。斜めから見るとこんな感じ。奥も水浸しにできればなお良いって感じです。湖に浮かぶ花屋さんはいかがだったでしょうか。この花屋ちゃんと営業してるところ見たことないなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方をお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars